さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日ですね、周りがカリッとして中がこうふわっとしたしっとりとしてるフィナンシェ、こちらご紹介したいと思います。ぜひ最後まで作らなってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、フィナンシェ型ってやつですね。四角のやつでやっていきます。で、これちょっと内側にほんと薄くていいので少しだけこうやってバターを塗っといてください。くっつかないのを防止するためですね。これ全部やっといてください。これで準備しておきます。はい、これ材料のバターなんですけど、ちょっと焦がしていきたくて、中火ぐらいですね。で、バターをどんどん溶かして、その後焦がしていきたいと思います。はい、これ今ちょっとずつこう色が入って焦げてきたんですけど、最初泡がこうブワーってなって、ちょっと泡が今落ち着いた感じですね。そしたら弱火にして、これ見てください、今茶色っぽくなってきました。ちょっとね、泡があるんで見えるかな。でこれ絶えず混ぜてるのは焦げつかないようにしてるんですけど、でこれが自分の狙ってるこう茶色みたいな、見えるかな、ちょっと泡が出ちゃうんですけど、そう、この色になったら火止めて、これ水ですね、水のところに当てます。でこれ何してるかっていうと、バターがこれ以上焦げないように鍋底を冷やして、ちょっと加熱の進行を止めた感じですね。これめちゃくちゃ熱いんで気をつけてください。でこれ冷ましたいわけじゃなくて、ちょっとこう粗熱を取りたいだけです。はい、この状態になればこんな感じですね。これでバッチリ OK です。このままちょっと置いときます。でこれは加熱したいんじゃなくて、バターの余熱でチョコレートを溶かしてるような感じですね。で今回のレシピはココアじゃなくて、ココアだけじゃなくてチョコレートが入るので、もうすごいしっとりとして口どけがいいフィナンシェができます。しかもね、焼きたてはちょっとこうふっくらするんですけど、時間が経ってもしっとりするし、なんだろう、もうすぐ食べなくてもね、ほんと美味しいフィナンシェになるので、チョコレート入れるのってすごいおすすめです。この状態でこのまま鍋の中に入れて置いといてください。はい、これ粉類3種類入るんですけど、薄力粉とココアとアーモンドパウダーですね。でアーモンドパウダーから中に入れます。でこれちょっとふるっていきます。これ粉が3種類あるので、必ずこれが混ざってほしくて、こうやってふるっていくんですけど、もうね何回もやってるんですけど、これ1回じゃ全然混ざらなくて、こういうダマダマができちゃいます。これが結構ね失敗のもとになるので、こうやって押し込んで全部がしっかり混ざるようにしてください。で今回小麦粉は焼いた時にしっかり固まるようにこう柱の役目をしていて、アーモンドパウダーはしっとりさですね。アーモンドの香りもすごくいいし、でココアは今ミルクチョコで作ってるんですけど、ココアを入れることによってチョコレート分がすごい出るのでココアを足してます。なのでもしビターチョコで作る場合はココアがなくても大丈夫な場合もあります。はい、これちょっとまだ混ざってないので、もう一回この後ふるっておきます。はい、これは卵白ですね。これ今日割ったんですけど、冷凍した卵白とかも全然使えるので、それを使ってください。でこれちょっと軽く溶いて、ここにまずお砂糖を入れます。泡立ったいわけじゃないんですよ、もう溶けばいいんで。お砂糖を全部一気に入れます。でこれがチョコレートに合わせてきび糖とかなんかブラウンシュガーとか自分の好きな砂糖があったら全然変えて大丈夫です。でこれ卵白の水分に今お砂糖をしっかり吸わせてる感じですね。これしっかり混ぜます。こんな感じです。全然泡立てる必要ないですからね。泡立てない方がしっとり焼けるので、もうこうやって混ぜとくだけです。でここにふるっといた粉を全部一気に加えていきます。これも馴染んでいけばいいので、もうひたすらこうやって混ぜてください。これも泡立てたいわけじゃなくて、今全体を散らして混ぜてるだけです。なのでこうやって常にサラッとした状態ですね。でこの後さっき温めたバターとチョコレートを混ぜたものですね、加えていきます。はい、これしっかり混ざったやつですね。ここにさっきの溶かした液体です。これバターと、チョコが入ってるんですけど、これ見えます？これ今すごい液体シャバシャバじゃないですか。
で唯一チョコレートが入ったレシピで1個だけ注意点があるとするならば、これがもし冷めてペーストみたいになっちゃってたら必ず加熱してください。このまま鍋を乗せて火つけちゃっていいんで、必ずこうやってサラサラの状態、要は熱い状態で混ぜるようにしてください。じゃないとチョコ固まっちゃうので、ここ結構大事です。さあ、なんか分かりました。このシャバシャバな状態が入ったんですけど、ここでさらにしっかり混ぜて滑らかな状態にします。これ分かりますか？これバターとチョコレートって冷えたら固まるじゃないですか。なので今この2つを混ぜたらもうすぐ型に絞って焼いていくのが結構ポイントです。そうするとふっくらしたフィナンシェできるので、そうしてください。これでもう泡立て器はおしまいで、絞り袋に入れて焼いていきたいと思います。はい、これちょっと生地が液体とかちょっとね持ち上げづらい場合はこうやって容器に入れて、ここに液体を入れてください。はい、じゃあこれで焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。さあ綺麗に焼けました。ちょっと割ってみたいと思います。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。もうめちゃくちゃカリッとします。周り美味しい。売ってるやつより美味しい。音聞こえないですよ。カリッカリってしてる周りが。でも中すごいガトーショコラみたいにふわっとしてますよ。さあこれポイントのおさらいですね。これちょっと焼き方なんですけど、この型を置いてさらにこの上にこうやって焼いたじゃないですか。これ何かっていうと、これそのまま普通に鉄板で焼いても美味しく焼けるんですけど、これ普通のこれ四角の型なんですね。これひっくり返してここからこう熱が下を通るようにしたってことなんですよ。そうすると普通に焼くより下火が入って生地がこうふわっとカリッと焼けるので、今回はそうしてます。全部そうしなくてもいいんですけど、このやり方ちょっと覚えておいてください。あとは今回これレシピ上中にチョコレート入ってるんですよ。で動画で十分言ったんですけど、チョコレートが入ってるのでしっかり温めて入れて混ぜる。そうすればめちゃくちゃこうカリッとしてガトーショコラみたいなフィナンシェ焼けますので、ぜひやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。